さあ、皆さんお久しぶりでございます。星並びでございます。前回はショートを上げさせていただきましたので、今回久しぶりに実践編というところで待ちわびた人も多いんじゃないでしょうかって言って、まだ登録者50人ぐらいしかいないので、待ちわびてる人もそんなにいないかもとは思うんですけれども、遠い将来待ちわびてる人がいると期待して今また撮っております。はい。では今回こんなシーンから早速スタートしていきます。はい。私が100点だけ持っていて、周りが全員3万点超えという、四面楚歌の絶対絶命の状況でございますね。こういった手の時は、まず、薬杯をポンするかどうかっていうところを考えていくんですが、前回学習した一気通貫が非常に狙えそうな状況になっておりますので、まずはポンされないことを重視して、先になんとかチューンを切っていくことで、自分のこの手が一気通貫だったりに仕上がりやすいように、今回は進めていきたいと思います。ということで、まずは第1弾難から入ります。なんと、遠い面から、一発目から、リャンゾーの缶が入りましたね。これで、この世からリャンゾーはなくなったわけです。ただ、私の手がリャンゾー必要な手ではないので、さっきのプラン通り、チューンを切って、相手に流れる前に進めていきましょう。ローソを引きましたね。これで、孤立のパワー1を切って、なんとか一気通貫を作りつつっていう感じにしようと思います。なので、この E ピンもいらないですね。切っちゃいましょう。なので、今の構想としては、リャンピン引ければベストかな。リャンピン引いて、数ピンの一気通貫の待ちにしたいと思っています。で、ここで数層引いたんですけど、リャンワンはもうちょっといらないかなっていう感じがしていて、ウーソー引いたり三層引いた時の単葉の変化とかがあるので、ここはリャンワンじゃなくて数層持っておきましょう。チュンはもういらないですね。ペット切っちゃって。ただ周りの捨て牌がかなり真ん中の牌がそんなに多くないので、まだそんな進んでないのかなっていうところがまだ助かってるところですね。パワー1チーされちゃいましたね。7級からのパワー1チー。これやめてほしいんですよね。もうみんな、特に右の人はもうさっさと上がりたいんですよね。もう上がって1位確定させちゃいたいんで、軽い手でも泣いてくるんでちょっと嫌だって思ってもう一回パワー1引いてもう一回パワー1チーされていくこのスタイルですね。結構こういう時じれるので嫌なんですけど、ただもうリャンピンがもうこの時点で2枚切れちゃってるんですね。で、2枚切れちゃってるんであれば、もう次の左から出たリャンピンはチー、もしくは数ピンももう右に1枚切られちゃったんで、数ピンもチーしてリャンピン待ちにしちゃおうかなって思ってます。ただ唯一の救いは、周りがピンズポン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 切ってるので、あんまピンズ手に持ってなさそうだなってとこですね。もうウーピンも出されてポンされちゃったんですけど、山にいそうっていうところはギリギリいい点かなと思います。白ポン痛いですね。痛いんですけど、なんとか祈りながらリャンピンもスーピンも切ってくれそうなんで、左の人。なんとかチーできることを祈って進めていきましょう。スーピン自分で引きましたね。これめっちゃラッキー。山にもう2枚しかないんですけど、リャンピン待ちで一気通貫が出来上がりましたね。一気通貫ドラドラなんで、これで親の 1.5 倍で12000点が確定してるわけなんですが、実はこれ、ジャンタマルールで、リーチがもうできないようなルールになってるんですね。なんでかっていうと、リーチの時1000点払うんですけど、もうその1000点も私持ってないので、リーチができないです。ただ、リャンピン持ってくれば、役割で12000点上がれるので、祈りながら持ってきた牌がなんと一発でリャンピンでしたね。これラッキー。で、一気通貫ってやっぱり高いので、特に親っていうのも相まって、いつも一気通貫ドラーカのご飯の12000点の大きい上がりになりましたね。これでまだ、100点の絶望的な状況からは脱しましたが、まだ4着っていうところで、今回このまま続けて実況していきましょう。何の4曲の1本場、親だったので、上がれば上がるほどチャンスが広がるっていう感じの手ですね。で、今回は12000点今稼いだのでリーチができると。なので、これの手は余計リーチに行けそうかなっていう感じがしています、さっきよりも。なので、急走と難を、どっちも切っていって、難一巡今回重なったらポンするっていう構想で難は一応残しておきましょう。ただここでもうローワン引いちゃったので、もう難いらないですね。もう泣かれる前に早めに切っちゃいましょう。これで、頭が、リャンピンか何か引ければ、2ピンウーピンを持ったサブローピンの待ちになるので、ウーピン光ってでドラになってますし、結構上がればいい感じの手になりそうですね。
ただ、これ9万切ったら、66678の部分が、6の2枚が頭になって678っていう形になるので、もしうまくいけば、数層のこの中膨れと言われる形に、三層だったりとか、ウ層だったりをくっつけて、イーペイコをもしかしたら狙えるかもしれないので、そこも最終形として目指していきたいですね。で、本当は頭になってほしかったリャンピンがもうすでに2枚切れちゃったので、もうそろそろリャンピンはいらないかなと思いつつ、重なったら大きいので一応残しておきます。で、ローソーがすごい周りから切れてますね。で、ここでウソを引きましたね。これでイーペイコチャンスがあるので、もう頭になりにくそうなリャンピンはもうここで離しちゃいましょう。で、周りが数層2枚右の人が切ってたりとか、ローソーも右左1枚ずつ切ってたりとか、結構構図が良さそうだなっていう感じを今のところ感じてます。なので、できれば、サブローピンあたりを引いて9万切って単ヤオで高め E ペイコーっていうリーチを打っていきたいですね。ただこれでもいい。赤ウーピン引いて、これ、ウーピンが頭になって666っていう3カードの形で、頭がドラのウーピンっていう形になったので、どっちみちサブロー層のリーチにはなったんですけど、単ヤオがつかない分、これがドラ2枚の関西になるんですよね。赤とドラ。なので、これだけでもう3班確定。で、リーチ、ドラ3が決まっているので、これでもし3増を積もると、ツモ、イーペイコーっていう役がついて6。なので、6000オールになる感じの手になりそうですね。なんと、運のいいことに高めの3増の方積もれましたね。これで、イーペイコーっていう役がつきます。リーズもイーペイコー、ドラ赤の羽マンになりました。これで6000オールっていうことで、もう一発で回りまくることできましたね。で、今回皆さんに伝えたかったのは、一気通貫とか E ペイコーってなりにくいんですけど、こういう四面楚歌的な状況でも、すごい高い手に仕上がる可能性がある。っていうところは、やっぱり E ペイコーだったり、一気通貫のいいところかなと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。ということで今回は1曲だけだったんですけれども、1曲に前回勉強した E ペイコーと一気通貫、どっちも学べるよっていうようなハッピーセットになっておりました。しかも私もこれ上がって全員まくれて気持ちいい試合でしたね。次の動画では3色を解説するので、ぜひそれもお楽しみにしてください。では皆さん以上でございます。また来週もお願いします。